マリア、マリア、わらわの声が聞こえるか？うん。そなたは今日七夕の願い事を笹に吊るしたであろう。その願い事はわらわに届いたぞ。だからこうして願い事を叶えにそなたのところへやってきたのだ。本当にベアトリーチェ、ありがとう。さてと、それでだな。そなたの願いの母が毎日帰ってくるようにだが、本当にこれでよいのか？それだけで嬉しい。ママが帰ってくるのは難しい願いなの？いいや、はっきり言えばお茶の子さいさい。そんなの全然難しくもない。だがな、マリア、よく考えよ。そなたはただママが帰ってくるだけでいいのか？わらわが魔法にてその願いを叶えれば、明日より直ちに母は毎日帰宅するようになるだろう。しかし帰宅はするな。機嫌が良いとは限らぬぞ。だからマリア、本当の願いを聞こう。そなたの願いは母がただ帰ってくることではあるまい？ママが毎日帰ってくるだけじゃダメ？そうだ。その続きこそがそなたの本当の願いなのだ。ママが帰ってきて、それからママはいつも早く帰ってきてマリアと一緒にお夕飯の準備をするの。それから二人で楽しくお話ししながらじゃがいもの皮を剥いたりお皿を並べたりするの。それからそして二人でテレビを見ながら面白い番組で楽しく笑いながら美味しくご飯を食べるの。そしたらきっと楽しい、きっと幸せ。
それだけで良いのか？そなたのその夢は幸せな晩餐だけを願うものではないはず。その程度の願いではまだまだ聞いてやれぬ。楽しい晩餐を過ごし、まだまだその先をそなたは真に願っているはず。信じること。ありがとう、ベアトリーチェ。七夕の願い事、叶えてくれて、ありがとう。何よこれ。結局ベアとは何も叶えてないじゃない。そんなことはないぞ。マリアの望んだ世界のかけらを紡ぎ、そこへ至る鍵を与えた。あとはマリアがそれを使って扉を開くだけだ。仮にそれで幸せになれたとしても、それを叶えたのはマリア自身であってあなたじゃないわ。ベルンは相変わらずひねくれてるわね。願いってのはね、叶えようとする意志の強さがないと叶えようがないのよ。それだけ意志が強い人間なら魔女が叶えなくてもやがて自分で勝手に叶えるわ。魔女の出番なんてない。意志弱き願いなど叶える気にもならぬではないか。まったくよ。
絶対の意志にこそ絶対の未来が宿るのよ。その意志の強さに惚れて私たちは思わず力を貸しちゃうわけでしょ。まったく。思わず力を貸したくなるような豪快な願いでなくては面白みもないというものよ。ベルンは人の努力とか願いの強さとかそういうものをちょっとないがしろにしすぎ。ならラムダならどんな感じで願い事を叶えてあげるわけ？あんたにも七夕に誰かの願いを叶えた経験が？ほう、いかがかラムダデルタ卿。人間に慕われることも多いそなたなら願いの叶え方もなかなかどうにいっていそうなものだが。私はシンプルよ。せいぜいしっかり頑張りなさいと等しく公平に応援するだけよ。私への願い事で一番多いのは大金持ちになりたいとか出世したいとか現在の地位を盤石にしたいとかそんなのばっかりだわ。先ほどそなたは等しく公平に応援すると言ったが、そのずうずうしい願いをすべて叶えるのか？まさか全部等しく叶えないわ。でもその代わりその願いを実現するまで努力を怠らない子を私は等しく最後まで見守るわ。大金持ちになりたいって願いはね、実は誰でも叶えられるのよ。もちろんしかるべき努力でね。私はその努力の結実を保証するの。ただしそれが叶うのに必要な努力の量をあんたは保証してないわね。なるほど。努力の結果をいつか叶えはするが、それがいつとは約束しないわけか。なかなか意地の悪い御仁よ。そう？いつか必ず叶うことの保証ってどれだけ尊い価値があると思って？私はね、努力をする人が好き。そのために全てを投げ出し終わらぬ苦行に身を投じれる人が好きなの。それが絶対の魔法か。我が無限の魔法に勝るとも劣らぬ見事な力よ。勝りまくりでしょうが。あんたはグー、私はパー。それどころか2回転のひねりまで入った超パーなんだから。2回転ってことはくるくるってわけね。あんたにぴったりよ。でしょベルンカステル教など奇跡を司る魔女ではないか。そなたに願いを叶えてもらいたい人間など星の数ほどもおりそうなものだがな。奇跡だもんね。叶うはずのないものが叶う。野心は人一倍のくせに努力を嫌う下船どもが好みそうだわ。
ダメよ。素敵なベルにはそんな汚らわしい願い事なんてふさわしくないもん。そんな連中の願い事に見向きするくらいなら私の願い事から叶えなさいよ、ベルン。暑苦しいわね。話しなさいよ。奇跡はね、起きないから奇跡って言うのよ。私が願いを叶えるなんて甘いことをすること自体が奇跡。魔女に人の情など坂にもならぬが、そなたにはひとかけらもないようであるな。残虐で名を轟かすあんたに言われたくないわ。それを言われてはかなわぬな。わらわも柄にもなく甘やかしすぎたと。ベアとはマリアにやたらと甘いからね。その甘さをもう少しマリア以外にも分配するといいわよ。まるで沈殿しちゃったお砂糖みたい。納得だわ。ベアとだけじゃない、ラムダも。今日のあんたたちは少し甘さが過ぎるわ。コーヒーには砂糖よりも梅干しが似合うというのに。ベルン、せっかくの七夕よ。あんたも一つくらい願いを叶えてきなさいよ。嫌よ。こんにちは、エンジェ。それがあなたの願い？あなたは誰？名乗らないわ。ここは引いて消える潮のようなまどろみの世界。私の名を聞いたところであなたの記憶には残らない。それであなたの願いだけれど、私が奇跡を起こしてそれを叶えてあげてもいいわ。本当？本当に？ええ、本当よ。でも魔法はあなたがそれを強く願って努力しなくちゃ叶わないの。そういうもんだそうよ。ラムダが言うにはめんどくさいわね。何でも努力しますから、魔女様、私の願いを聞き届けてください。わかったわ。私の言うことを一日も欠かさずに続けることができて、本当にその願いを叶えたいという気持ちが天に届いたなら、その時私は必ずあなたのところに再び訪れて、その願いを叶えてあげるわ。
それで魔女様、私は何を努力すればいいんですか？あなたは今日、仮の親である後宮エヴァに母の代わりだと思って何でも頼っていいと言われたでしょ？はい。はい。エヴァおばさんは確かにそう言いました。もしあなたが心の底から本当の母の帰りを願うなら、その母の席に他の人間を勝手に座らせてはダメ。母の席が失われたなら永遠に本当の母が帰ることはないわ。ね、本当の母のために大切なことでしょ？はい。魔女様、エヴァおばさんはエヴァおばさんです。絶対にお母さんとは呼びません。お母さんとは思いません。ええ。そしてエヴァはこうも言ったわね。はい。エヴァおばさんは確かにそう言いました。あなたにとって家族が帰ってきてほしい願いが天にも届くほどに悲痛であるならば、あなたはその日まで笑顔を見せてはダメよ。笑顔を見せてはダメ？ええ、そうよ。私はあなたを見守ってるわ。もしもあなたが笑顔を浮かべるようなことが一度でもあったなら、もう家族なんて帰ってこなくてもいいという気持ちの表れだと受け取って、永遠に帰ってくる奇跡など起こさないと約束してあげるわ。嫌です。絶対に笑いません。父さんとお母さんとお兄ちゃんが帰ってくるまでエンジェは絶対に笑いません。幸せを感じてもダメ。喜びを感じてもダメ。家族を失った嘆きを永遠に忘れてはダメよ。そしてそれを忘れさせようとしたりごまかそうとしたりする悪魔から自らを遠ざけなさい。後宮エヴァは甘い言葉であなたのその意志をくじこうと何度も試みるでしょう。でもそれを決して聞いてはダメよ。エヴァはあなたから家族を永遠に奪おうとする悪魔なのよ。いや実際奪ったわけだけど。くじけたりしません。願いが叶うまで絶対にエヴァおばさんの言うことは聞きませんから。だから願いを叶えてください、魔女様。ええ、
それをしっかりずっと永遠に守り続けることができたなら、最後の時、私は必ずあなたの前に現れ、願いを叶えてあげるわ。大丈夫よ。私はあなたのその高潔な意志を決してないがしろにしない。魔女にはこんな七夕の方が素敵じゃない？ああ、退屈しないわ。もうしばらく程度にはね。